ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ戦況解説。現在、季節は秋へと入り、前線の動きはどちらかというと膠着しているように見えます。しかし、前線での砲撃戦は現在もなお激しく繰り広げられていますし、両軍は戦うと同時に冬に向けての備えをしていかなければなりません。しかし、戦場を一旦離れると、こうした季節の移ろいをなんとか味方にしようと、ロシアはウクライナ国民の暖房を奪うために発電施設に対する執拗な攻撃を繰り返しています。しかも、精密誘導ミサイルが枯渇しているロシアは、イランに対して兵器調達を働きかけており、イランがこれに応えることによって残念ながら攻撃がかなり激しく繰り返されるようになってしまいました。というわけで今回は戦況解説ともにそうしたウクライナ、ロシアの動きなども合わせて解説していきましょう。ロシア、狙いはウクライナ弱体化。電力インフラ攻撃。ロシアのショイグ国防相は1日、軍幹部らとのオンライン会議で、ロシアは高精度ミサイルでウクライナの軍事施設や軍事能力を低下させる目標への攻撃を続けていると述べた。軍事能力を低下させる目標とは、ロシア軍が10月から攻撃を本格化させた電力インフラを指すとみられる、ウクライナの継戦能力を低下させるために、電力インフラを攻撃していることを、ロシアが事実上認めた形だ。ロシア軍の攻撃により、ウクライナでは、電力不足が深刻化し、停電が頻発。ウクライナや米欧諸国は、民間人の生命を脅かす、電力インフラへの攻撃は、国際法違反だと強く非難している。これに関連し、米 CNN テレビは11月1日、イランの兵器監視に携わる、米欧側当局者の話として、ロシアがウクライナで使用するための短距離弾道ミサイルを、イランから新たに調達しようとしていると報じた。ロシアはインフラ攻撃でイラン製の突入自爆型ドローンをすでに使用しているとされる。CNN によると、イランからロシアへの新たな兵器供与は弾道ミサイルとドローンを合わせて約1000機の規模になる見通しだという。ロシアによるドローンや巡航ミサイル攻撃といったものが繰り返されていますが、ウクライナ軍は少しずつ対応力を上げています。ロシアのミサイル8割迎撃。ドイツのシステム追加供与要請へ。ロシア軍による10月31日のウクライナ全土へのミサイル攻撃で、ウクライナ軍は8割以上を迎撃した。空軍報道官は、ドイツが供与した防空システムアイリス T が 100% の迎撃率だったと述べ、追加供与を要請する考えを表明した。OK かな。皆さんごきげんよう、上川かおるです。オープニング画面からここまでの私の挨拶と、そしてニュースの読み上げに関しては事前に作成したものです。ここからが生放送の開始となります。翡翠のしずくさん、とこまこさん、伊藤家まこぴーさん、キャロさん、孫中山さん、KN さん、白雪さん、メガドラさん、こたつねこさん、水来町さん、銀翼さん、ポルさん、高木久美子さん、シャムさん、ワンダーセブンさん、こんばんは。これから、生放送を行っていきますので、よろしくお願いいたします。なぜか画面が切り替わらないという、いきなりちょっとした、あれっていう状況にはなっているんですけれども、さて困ったなっていう。なぜ、切り替わった。大丈夫か。どうかな。よいしょ。よっ。さて、ここまでは、まずは最初の話として、ウクライナ全土に対する攻撃っていうのが、引き続き行われているところなんですけれども、少しずつ、ウクライナ軍側の対応というものも少し前進というか改善してきております。その中でちょっとおっと思ったのが、先ほどの産経新聞の記事ではドイツから渡ってきた防空システムアイリス T による迎撃率が100% だったよっていうのは、かなり朗報なんじゃないかなと思います。ただし数がそれほど多いわけではないので、守れる場所というのが残念ながら限られてしまうという問題があります。一方で活躍しないだろうって、かなり突っ込みを受けていたドイツの対空戦車ゲパルトが、この対空戦闘については結構活躍しているよという話が出てきております。今のところこの
インタビューを受けたこの1両だけでもドローン撃墜が2桁に上り、巡航ミサイルも撃ち落としたよという、結構頑張ってるなっていう、そういったニュースが流れております。で、これなんでかっていうと、そもそも対空戦車ゲパルトが時代遅れになった理由っていうのは、戦闘ヘリであるとか戦闘機のミサイルの攻撃力、そして射程距離がどんどんと伸びてきて、もうゲパルトの機関砲じゃ全然届かないところからアウトレンジ、射程外から攻撃されてしまうので、もう時代遅れだとされていました。ところがですね、今ウクライナに行われている攻撃、巡航ミサイルやもしくは突撃型ドローンっていうのは目的地があって、その目的地の途中においては他のものに対しては攻撃できないわけですね。なので、その進路上にゲパルトが待ち構えていれば、それを撃ち落とすことができると。特にイラン製の突撃型ドローンは、それほどスピードがあるわけではないので、見つけることができれば、結構な確率で撃墜することができるそうです。ゲパルトの場合だと対空レーダーがあって、そして機関砲もあって自分で走ることもできる。さらにはミサイルのように、高額な兵器ではないので、機関砲の弾さえあれば、これで撃墜することができますよというところで、結構使い勝手がいい兵器として重宝されているそうです。ただしですね、この機関砲の弾の供給問題っていうのがまた再び持ち上がっているそうで、スウェーデンの企業に対して発注した、それでなんとか問題が収まったかなと思ったら、再びドイツでは、やっぱりスイスから弾薬を送ってもらわないとなっていうふうにして、スイスの企業に対して、輸出許可を求めたんだそうです。ところがスイスとしては、いや、うちはもう中立を貫くつもりだから、ウクライナに弾を渡しちゃダメだよっていう、転売というか、転送するのダメっていう話になって、ドイツとしては、今後、このままスイスから兵器買っていいのかなっていうのがちょっと政治的な問題になっているそうです。なので、スウェーデンの作っている機関砲の弾の量産がうまく進んでこないと、ゲパルトが弾切れになってしまうっていう、ちょっとこの懸念が出てきております。そしてですね、問題なのは、もはやロシアのミサイルじゃなくなってきたぞっていうニュースが問題になってきてます。ここ最近のウクライナに対する攻撃ももはやロシア製のミサイルとか巡航ミサイルよりも明らかにイラン製だろこれってツッコミが入りまくるそういった状況になっていて、特に突撃ドローンであればなんとか撃ち落とせるなっていう状況が少しずつ見えてきたんですが、ロシアはもっと、いいものっていう形でイランに持ちかけて、巡航ミサイル、いわゆるミサイルに羽が生えたちょっと航空機っぽいミサイルよりも、さらに攻撃力の高い弾道ミサイルをイランから輸入しようという話が進んでいるそうです。イランは相変わらずドローンも提供していないし、巡航ミサイルも提供していないし、弾道ミサイルも提供する予定はないとは表向きは言ってるんですけれども、いや、それじゃあなんでイラン製の兵器が次々とウクライナを襲ってるんだっていうね、このあたりはもう真顔で嘘をつく国っていうのは、どこに国でもあるんだなっていうところですよね。問題なのは今度、ロシアに渡ろうとしているイラン製のミサイルというのが、射程300キロ、700キロのもので、こちらの方の迎撃はかなり困難だそうです。なので今度からはちょっと迎撃困難、そして彼らが狙っている目標物っていうのがウクライナの発電施設。発電施設を襲うっていうのは、基本的にはウクライナ軍を苦しめるものではなくて、ウクライナの国民生活を苦しめるものです。だからこそ欧米から戦争犯罪だっていうふうにはっきりと言われているわけですけれども、そもそもこの戦争が始まってから以来、もうずっとロシアは戦争犯罪を繰り返している常習犯なので、もうそうした戦争犯罪という批判に対してはもう慣れっこになってしまっているんですよね。そしてロシアが狙っているインフラ攻撃っていうのは、寒い冬がやってきた時に、暖房が使えません。水道が使えません。ガスも使えません。もはや何もかもが使えませんっていう状況に追い込むことによって、ウクライナの国民をなんとか難民化させてヨーロッパに押し出そう。そして押し出すことによって EU 全体が混乱すれば、ウクライナに対する支援は
立ち消えてしまうだろうというのがロシア側の狙いです。これ結構厄介な話で、なかなか、解決策がないところですね。なので、ここからは本当に我慢比べみたいな形になってきます。なんとかこれが解消してくれないとなっていうのは思うんですけれども、それを防ぐためには結局、戦場でウクライナ軍がどれだけロシアを押しまくれるかにかかっているっていうところですね。今、スタング51さんのコメントで、スイスは世界14位の武器輸出国なのにっていう、もうまさにそこですね。スイスは武器を輸出してるんですよ。でも、中立国ですよっていうのを盾にして、他の国に、移動させてはいけません。この場合だと、ウクライナにもしもスイスが販売したものが渡ると、それはもうスイスがウクライナ側に立つっていうことになるから、それは許しませんっていうね。この永世中立国っていう縛りがあるのに武器輸出してるっていう、このあたりの整合性がかなりおかしなことになってるんですよね。もうロシアに対する経済制裁もしているっていうのもあるので、スイスはそろそろ、武器輸出というか武器の、転送についても許可を出すべきだと思うんですけどね、私は。そのことは結局スイスはスイスで、自分の国のその方針っていうのを曲げないんでしょうね。ここのあたりちょっと難しいところですよね。さて、それでは前線の状況も見ていきましょう。こちらは戦争研究所の発表している戦況マップです。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍の奪還した地域です。で、南部の状況を見ていきましょう。前線の様子というのはなかなか動いていないとされています。動いたというふうに、いろんなところが情報が出ても、その後、以前であれば、ここは奪還した集落ですよってウクライナ軍側の兵士が、例えば看板の横で写真を撮って、そしてロシアの国旗をもう剥がして捨ててっていう具合にして入れ替えるっていう、いわゆる見てわかるような証拠っていうのが出てきたんですけど、残念ながらここ最近だと、ヘルソンのこの辺りで集落を取り戻したぞっていう、はっきりとした映像証拠が出てこないっていう状況になっております。ただし、前線の戦いそれ自体はやはり、ウクライナ軍の方が優勢だなと思えるニュースは、引き続き出ております。で、こちら、黄色く塗った部分なんですけれども、この黄色く塗った部分っていうのが、ロシア側が新たにこの地域の人たちはこの地域から出ていきなさいって、強制避難を呼びかけているところです。いわゆる任意の避難ではなく強制避難なので、もうこの地域だとロシア軍が使いたい施設に対しても乗り込んでいってお前たち出ていけっていうようなことをやると。そして人々が出ていった後において略奪できるものはどんどん略奪するっていう、ものすごい状況になってるんですよね。もうロシアの一応領土っていうことにしたにもかかわらず自分たちで略奪を行うっていう、もはや意味不明の支離滅裂なところがロシアっぽいところでございます。ちなみにヘルソン市からその、現地に作ったロシア側の傀儡政府っていうのがあるんですけど、それが今のところドニプロ川を渡って結構海側の方へと逃げているそうです。もともと軍司令部についてもメリトポリ側へと逃げているっていう話もあるので、前線の兵士たちっていうのはかなり置き去りの形で戦っております。ただ、ロシアの軍司令部としては、ドニプロ川の西岸地域をまだ捨てないっていう考え方をしているので、兵士はどんどんと送り込んでいるそうです。橋は使えないので大型兵器は送れないんですけれども、物資の補給については、今のところフェリーとか船とか浮き橋なんかをかなり駆使して物資補給をだんだんと確立させているっていう話もあるので、この地域における戦いはまだまだちょっと続きそうだなという気配があります。で、だからといって、じゃあ全くやられるっていうことを想定していないかというと、そういうわけじゃないんですよね。先ほども述べたように、この黄色い部分、わざわざ避難地域として指定したからには、やっぱりいずれはやられてしまうだろうという前提で動いていると思います。で、その話の補強として、現地からの映像入っておりますので、ご紹介しましょう。以前、ロシア軍の陣地構築には、コンクリートブロックを使って、ある程度中核部分を作るっていうお話をしました。で、現地から上がってきた動画投稿で、こちらはですね、
おそらく陣地に埋め込むためのコンクリートブロックを運んでいるところです。で、これがどこに置かれたかっていうと、こちら赤く、ポチッと、ボタンを置きましたけれども、ドニプロ川の川を渡る前の方ですね。ドニプロ川東岸。こちらの方に置いてあるのが見つかっているので、どうやらある程度守りを固めるっていう意味では、もう川向こうに持っていくのが難しいなとなって、川の手前の方で陣地構築を進めるっていう、こういった動きも出ているようですね。で、ただしですね、この陣地構築なんですけど、一般兵全員がこういったコンクリートブロックで守られるっていうわけではなくてですね、あくまでも、前線の将校であるとか、もしくは宣伝用ですね。全部が全部こうしたがっちりとしたコンクリートで、塹壕の中核部分を作るわけではありません。ほとんどのロシア軍兵士は手彫りのなんというか、もうなんでこれで生き残ることができるんだろうとちょっと疑問に思うようなみすぼらしい陣地に立てこもっているっていう光景が結構あります。そしてですね、現地から上がってくる、情報としても、集落を取り戻したよっていうものは出てこないんですけれども、兵器を鹵獲したよっていう映像は引き続き継続的に出てきてるんですね。なので戦闘それ自体は継続的に行われていて、その中においてもロシア軍の兵士が逃げていくっていう光景は結構あるようです。まだちょっと紹介はできないんですけれども、このヘルソン地域の陣地から逃げ出すロシア軍兵士たちの動画っていうのもあって、その動画においては装甲車にみんながバーッと集まってきて、もうみんな逃げるぞ逃げるぞ早くしろみたいな、かなり慌ててる様子っていうのがあったんですね。で、その動画をなんで紹介できないかっていうと、その動画の最後には、兵士を乗せて逃げてるんだけども、装甲車の上にいっぱい兵士がいる関係で、運転手の視界を遮るようなこともしてしまったみたいなんですね。窓のところに足がかかってるとか、そういった形で。そのためにハンドル操作を誤って横転してドカーンっていう、大惨事になってしまうっていう、ちょっとした衝撃映像になってしまっていたんですね。なのでそういった情報なんかも出ているので、結構前線では混乱している。それを混乱していても、どんどんと後ろから補充兵がやってくるっていうのがちょっと続いているようでございます。というわけで、南部戦線ヘルソン州においては、第二戦線を作ろうとしている。いわゆる守備陣地もドニプロ川の渡った先は、いずれはやられてしまうだろうという前提で、どうやらドニプロ川東岸地域においても陣地を作り始めているというニュースでございました。さて、全体状況戻って、今度は東部戦線の方にも行きましょう。引き続き結構前線は膠着している状態でなかなか動かないなっていう形にはなっています。ここではちょっと地図に見切れている部分ですけれども、北側、クレミンナの北にはスバトボがあって、このスバトボに対してはじりと、なんか1日1キロぐらいなのかなぐらいな感じで、一応前進はしているようなので、ただ動員兵がどんどんと入ってきているっていう情報もあるもので、なかなか攻め落とすのが苦労しているようでございます。一方で、ここ最近の大きな話題になっているのが、バフムート周辺の戦いです。このバフムトっていうのはもう、ロシア軍が本格的な攻撃を開始したもう何ヶ月も前からずっとひたすら、攻防戦が繰り返されているところで、今のところ落ちてはいないんですね。落ちてはいないんだけれども、ロシア軍はひたすらここに突撃攻撃を繰り返しているっていう、ちょっと謎の状況が発生しております。現地からの映像ではですね、陣地を作ってそこでもう本当に、もう肉弾戦に近いような形で機関銃でバリバリ撃ってるとこなんですけども、この先にはですね、ちょっと皆さんにお見せできないような、遺体がいっぱい放置されている状況が広がっていて、で、そんな状況にもかかわらず、さらに、ロシア軍は突撃を繰り返すっていう、ちょっとね、なんか理解に苦しむところなんですけれども、一応理解するためのお話としては、ロシア軍の方としては、そもそも兵士がたくさん亡くなりましたよということが、軍首脳部であるとか、もしくは大統領が
全くそのことに関してマイナスの、視点をつけないと。この地域においては。もうとにかく少しでも前進したらどのくらいの兵士が犠牲になったかは全く関係なくそこでチャラになるという考え方だそうで、そのためにこの地域の前線指揮を取っているワグネルにしてみたら囚人兵であるとか動員兵をどんどんとつぎ込んで彼らが亡くなったとしても全く意に介せずちょっとでも前に進めたら俺たちはロシア正規軍よりも、役立つ部隊だぞというちょっとした政治的なポイント取りをしているんだそうです。このあたりはロシアの連邦軍とワグネルっていうのがプーチン政権下において権力争いを国内で行うためのそういった形で全体の戦争状況とあんま関係ないことをやろうとしているっていうそういった解説が見られます。この解説結構当たってるんじゃないかなと思わざるを得ません。なぜならば全体状況から考えてバフムトにそこまでこだわる理由っていうのがちょっとないんですよね、すでに。以前であればイジュームであるとかリマンをロシア軍が持っていて、そこから北から南へ圧力、そしてバフムトが南から北へっていう圧力をかけることによってドネツク州をなんとか取ろうってする。そうした戦略的な意図が確かにあったんですよね。でも現在ではもう北側の圧力が全くないので、そうした戦い方っていうのはもう意味が全くないんですよね。いくら南側から押したとしても、別にその後ろにはウクライナの領土がずっとただただ広がってるだけなので、ウクライナ軍としてはちょっと押されたらその後ろにまた陣地を築けばまたいくらでも、ロシア軍の足を止められるという状況なんですね。このあたり少しおかしなことが起こっております。一方でですね、このバフムト地域におけるロシア軍、本当なりふり構わないなって思うのが、一応戦争を始めた時の理由としては、ウクライナにいるロシア側の人たちを解放するために一応攻め込んだんだとは言っていたわけですけれども、とにかく無差別攻撃が常習化してるんですよね。これは、ロシア軍によるバフムト地域における、焼夷弾攻撃の光景です。空からふわふわふわっと降ってくるんですが、これが全部、人を殺してしまうような、熱い攻撃ですよね。もう明らかに別に誰だろうと構わないぞっていうのをありありと感じさせる攻撃方法で。もともと砲撃に関しても別に一般市民と軍と分けている気配すらないロシア軍なんですけれども、こうした焼夷弾攻撃っていうのも、ロシア軍の本当にもう誰であろうとも構わないっていうのをちょっとね、感じさせる攻撃でございます。高田、元彦さんのコメントで、光死ぬのかっていう、これを、食らったら、単純に人間は死んじゃうですよね。確か、焼夷弾それ自体というよりも、焼夷弾だからというわけではないんですけど、とにかく一般市民を無差別に攻撃すること、それ自体が、国際法違反なので、その手段というよりはです。どうだろう。そもそも軍というより一般市民を分けずに攻撃しているこれ自体が国際法違反だという、考え方でいいと思いますね。あらなかなか、ウィンドウマップをちょっと入れようとしたんです。はい。そういった具合にして、ロシア情勢じゃないや、ウクライナ情勢見ていきましたが、この他、ちょっとニュースとして用意しているものとしては、現在のところ突撃型ドローンとして投入されているものがゲパルトで結構撃ち落とせたぞっていう話をしましたが、そんなものよりももっと高度なものを送り出そうというニュースなんかが流れております。イラン高度な攻撃ドローン、アラシュ2の供与を計画。見た目でもわかるんですけど、こちらはウクライナ軍が使っているトルコの大型ドローン、バイラクタル TB2 に、ある意味、なんていうか、ライバル的な、もしくは似たようなコンセプトで作られた、大型ドローンですね。ミサイルを積んで巡回して、そしてちょっと遠目から攻撃を繰り返す。なんといっても突撃型ドローンっていうのは基本的にはも
ドカーンと爆発したらそれで終了っていう、使い捨てのミサイルみたいなものです。一方で大型のドローンの場合だと、これだと繰り返し出撃して、ミサイルがなくなっても偵察監視っていう任務もできるっていう場合にして、なんとかロシア軍の戦力を底上げしようっていう話ですよね。イランがこのようなロシア側に対する支援をずっとしている理由っていうのは、そもそも欧米からの制裁を受けていて、これ以上何かできないだろうっていう、高をくくっている部分があります。そして実際その通りで、すでにずっともう経済制裁を受けている関係で、これ以上何かできるのっていうと、なかなかない状態なんですよね。だからこそ、ロシア側からいい条件で、例えば、この戦いが終わったら最新の戦闘機をイランに提供しますよっていうような話とかが通ってるみたいなんですよね。だからこそ、こうしたイランとしては自分たちの持てるものをロシアに送り、そしてイランが作れない、戦闘機なんかをロシア側から物々交換的な条件で持ってこようとしているっていうところですね。そうは言ってもロシアとしては経済制裁の影響で高度な戦闘機はそもそも作れないんじゃないのっていう問題はあるんですけどね。このあたり、イランはどう考えているのか、ちょっと謎な部分があります。そして、半導体が足りないよっていう話に対しては、どうやら抜け道があるよというニュースが流れております。ロシア軍、白物家電で戦う、部品を迂回輸入か、深刻化する武器兵器不足ということで、ロシア軍というか、ロシアの国家経済そのもので半導体が足りませんよっていう話は、これまでも動画でしてきましたけれども、どうやら軍の使うレベルの半導体であれば、家電製品から取り出した汎用半導体でなんとか間に合わせてるんじゃないかなっていうニュースが流れております。それが白物家電で、まずは、この場合だとちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。アメリカのタイム誌によると、ロシアと緊密な関係にあるカザフスタンとアルメニアで冷蔵庫や洗濯機などの輸出入が急増している。つまり、ロシアに対しては経済制裁がかかっていて、お金の決済なんかもなかなか難しいっていう状況の中。じゃあ、その周りにいる国っていうのがどうなっているかっていうと、普段通りの取引ができているわけです。で、そこでカザフスタンとアルメニアが冷蔵庫や洗濯機っていうのをどこから持ってきていくかっていうと、ヨーロッパからなんですね。ヨーロッパから家電製品を輸入しますと。そして輸入した後どこに向かっているのかっていうと、ロシアがカザフスタンから輸入している冷蔵庫が去年のおよそ10倍に急増しているっていうデータが出てきております。つまり、去年であれば戦いはしてないわけですから、別にそんな輸入する理由はなかったわけですけれども、今年は半導体がない。どっから取ってくる？よし、カザフスタンルートから持ってこようっていう話で、どうやらロシアはヨーロッパから家電製品をカザフスタンに入れて、カザフスタンからロシアへと持ってくる。ただしそれは白物家電なので軍事製品ではないですよ。だから一般製品なので、輸出に関しても何か大きな規制がかかるわけではない。ましてや第三国経由ですよっていう話ですね。この話で言うと別にヨーロッパから買わなくても中国からでいいんじゃないって思う方は多いと思うんですけども、多分中国製の汎用半導体じゃちょっと使い物にならなかったんじゃないかなとちらっとは思いますよ。ちらっとはね。別に中国からカザフスタンに行ってカザフスタンからロシア行っても別にルート的にはおかしくないわけですからね。でもわざわざヨーロッパから買ってるっていうことはやはりそちらの方が基本性能が上なんでしょうと私は思いましたね。一応家電製品のレベルで言うと、中国には特に人口が多い関係で世界出荷のレベルで言うと世界1位、2位とかそういったメーカーっていうのがあるんですよね。たくさん家電製品。確かエアコンと洗濯機と冷蔵庫と、あとテレビかな。これらは今世界の輸出とか生産台数で言うと、もう中国企業が1位、2位をほとんどが占めていると思うので、輸入する数を揃えようと思ったら、おそらくは中国から買った方がいいはずなんですよね。でもそういったことをしてないっていうのはどうもね、なんかロシアが求めている性能なかったんじゃないかなっていうふうに私は思います。よいしょ。
で、ここ最近の話で、クリミア半島の先端にあるセバストポリ港、こちらはロシアの黒海艦隊の機関本司令部じゃないや、本部、司令部があるところなんですけども、そこに対する水上ドローンによる攻撃が行われました。その後、ロシア側はこれに怒って穀物輸出の合意っていうのももう凍結、自分たちは離脱するんだって、単価を切って出ていったわけなんですけれども、戻ってまいりました。一体何がしたかったんだろうってちょっと思うんですけれども、このあたりは私の解説というよりも、何かもうそうなったんだったらもうそうなったでいいんじゃないみたいな感じでよくわからんっていうのが正直なところですよね。トルコが結構プーチン大統領に対して強く物を言ったっていう、ニュースはあるんですけど、そのあたり内容がちょっとよくわからないですよね。どのみち、この黒海で、食料を積んでいる船を襲うとしたらロシア以外ないわけなので、戻らざるを得ないとでも言うべきなのかなっていうところですよね。結局、国連、トルコ、ウクライナのこの3カ国じゃない、3つの団体の取り決めによって、穀物輸出は続けるっていう話をして、実際に船がもう出ているので、これをもしも襲われるようなことがあれば、もう国際法違反どころじゃなくって、もう食糧危機を巻き起こす気かと、特にアフリカ中近東の人たちが起こることになるので、戻らざるを得なかったっていうのがあるかもしれないですね。特にウクライナが輸出している先っていうのが別に、アメリカとか日本とかそういったところではなくて、どちらかというとアフリカへとどんどんと流れるんですよね。で、アフリカっていうのは今ロシアにとっては本当に生命線になっていて、アフリカっていうのは経済力や軍事力という面において別にロシアの味方してるわけじゃないんですけど、特に国際世論っていう見た目上の数を揃える上では、アフリカ大陸の人たちっていうのは特に国連の場において役に立つんですよね。ロシアに対する非難決議が出たぞってなった時に、アフリカ大陸の人たちが、いや、私たちは棄権しますとか、中立を守りますみたいな形で、賛成しないっていう形を取ると、ロシア側としては、ほら見たことが世界中で非難しているのは欧米や日本だけじゃないかというような言い方ができてしまうわけです。アフリカとしてはそもそもヨーロッパに植民地支配されていた関係もあって、もう何かあったら自分たちはヨーロッパに対する反感っていうものも結構強くあるんですよね。例えば、ヨーロッパを中心として環境政策をもっと大事にしなさい。そのためにはエネルギーをある程度絞ったとしても、環境政策を進めなさい。ESG であるとか SDGs っていうような環境政策あるんですけども、アフリカ大陸の人たちにしてみたら、今私たちがこれから発展する上で、電力なかったらどうするのって思ってるとこなんですよね。ましてや、ガンガン CO2 排出しているのは、アフリカ大陸の国じゃなくて、中国やアメリカや、なんだったらヨーロッパの国々、EU 全体じゃないかっていう、そういった思いがあるんですよね。そういった思いがあるんだけども、アフリカ大陸の国々に対しても、いやいや、あなたたちも、炭素排出なんとか抑え込まないとねって言われると、本当にっていう気持ちがあるんですね。そういったいわゆるおせっかいっていうのをちょっと嫌だなと思った人たちにとってみると、ロシアがすり寄ってきて何か独裁政権を維持していくのに困ってるのかい、じゃあワグネルの戦力を貸してあげるよみたいな形で、反政権派に対する武力弾圧なんかも結構したりとかしてね。アフリカ大陸の国々はそういった意味では、ロシアとの関係は結構ズブズブな国があるっていう問題があります。といったわけで、30分ほどお話をしましたが、動画みたいな感じで言うと、いつもだと10分ぐらいなので、30分ぐらいでももう結構十分かなと思います。なので、ウクライナ情勢の話を聞きたいよっていう人は、このあたりでも残りは余談だと思ってください。で、今日の余談。今日の余談なんですけれども、国内政治の話全然しないよねって、ツッコミ結構受けるんですよね。別に私が国内政治について全くの無関心とかそういったわけじゃないんですけれども、なかなかね、私の国内の話を聞いてくれる人が少ないっていう問題あるんですよね。これ YouTube 上のそのシステムの問題もあるし、私がそうした国内の話をメインにしてない関係で、時々国内の話だけポーンと出してもあんまり、っていう感じで、振り向いてくれる人はいないんですよね。なるべくっていうと変ですけれども、みんなの関心のあるところを中心的に話もしているので、なかなかピントが合わないこともあるんですね。
まあ、それはそれとして、まあ、今日の話で言うと、北朝鮮が朝も夜も、ミサイル撃ってるよっていうのもあるんですけども、その影に隠れて、もう岸田政権またやってくれてるなって思ったニュースを一つご紹介しましょう。記憶にない連発で辞任の山際前経済再生相がコロナ対策本部長に自民党コロナ対策やる気ねえだろ猛批判っていう、まあ、このタイトルだけでももうすでにもう、これはダメだなって思う。本当ダメだなっていうか、なんでそうなるのっていうところですよね。この山際議員は、まあ、統一教会との関係において、もう何度となく、いや、もうないんですか大丈夫ですかって突っ込まれて、その都度新たな情報が出てきて、いや、調べてみたらこんなのが出てきましたであるとか、いや、あなた、この会合出てましたよねって突っ込まれて、いや、なんかそんな記憶はないような気がしますが、記憶はないんだけれども出ていないはずですみたいなことを言って、いや、何を言ってるんだみたいな、まあ、突っ込みを毎回受けてるっていう。まあ、こんなので、また戻ってくるのっていうと変ですけれども、一応コロナ対策本部長っていうことは政府側の人間として登用されたっていうことですから、岸田さん何やってんのっていう、まあ、このツッコミを受けて当然かなとは私は思いますね。まあ、そしてまあ、国際情勢の話で言うと、北朝鮮がミサイルを発射しました。韓国も対抗してミサイルを撃ってるんですけれども、まあ、これに関して言うと、今、ロシアが暴れ回っているっていう、この大きな国際情勢上の動きっていうのを影響を得て、北朝鮮としてはすごく今、何やってもほとんど自由だなと思っている節があります。多分、ロシアによるウクライナ侵攻っていうのが全くないような状況であれば、北朝鮮はここまでやってこないと思います。世界中の目はどちらかというと戦争が起こっている方に目が向いているし、アメリカ自身は今中間選挙に向けて国内の話でものすごく忙しいところです。で、日本はすぐ近くにいるんですけど、日本は別に何もやってこないだろうと、もう常に見下されているような状況なので、もうミサイルはバンバン撃ちまくれるぞっていう、もうこういった状況になっているんですよね。まあ、こんなひどい状況はないぞと。まあ、これを受けて日本国内で、安全保障って大事だよね。安全保障を大事にした上で交渉しないとねっていう話が盛り上がればいいんですけれども、どうもその盛り上がりがね、ちょっと私から見ると不十分かなと思いますね。結局のところ話し合いが成立する条件としては、そもそも相手が話し合いに応じるっていう、この大前提がないといけないんですけれども、日本の場合だと、何しろ、今の憲法体制下においては攻撃されたら反撃するよっていう基本姿勢なので、逆に言えば、じゃあ攻撃しないんだったらもう何やってもいいんだなっていうふうに、まあ相手方がそういう、解釈をしてしまって、それが実際に通ってしまってるんですよね。まあ、この状況を変えない限りはなかなか北朝鮮とまともな会話はできないというふうに私は思っている。で、一方においてもう一つ、北朝鮮だけではなく中国も本当好き勝手やってるなっていうニュースをこちらご紹介しましょう。中国海軍測量艦が領海侵入。鹿児島沖通算8度目ということで、こちらも北朝鮮も好き勝手やってるなと同じレベルで中国海軍も好きなことやっております。で、こちらの方、日本の領海に侵入したというニュースなんですけれども、それに対して日本政府何をやってるかっていうと、外交ルートを通じ中国側に懸念を伝達したっていうね。懸念の伝達ですかと。遺憾法ですらないっていうね。ものすごい低いレベルの話になっちゃってると。で、防衛省は中国側の意図を分析しているっていう、まあ、記事になってるんですけれども、何をやってるかははっきり言って明らかです。まず測量艦は何をしているかっていうと、この海の中を調べてるわけですね。地形データを。で、その地形データを調べて何に使うかっていうと、ここの、海域において潜水艦もしくは、中国が開発している無人潜航艦なんかが通るために安全な、その海の中の状況を調べてるわけです。詳しいデータがあればあるほど安全に航行ができるわけなので、事前に調べておくっていうのが非常に重要なことなわけです。で、領海内っていうのがポイントですよね。
これ、公海上だったら別に、どこの国がどこの、海の底を調べても、それは別に問題はないんですけれども、領海を調べるっていうことは、ここを調べておくことに、ちゃんと目的があるからこそわざわざここに来てるわけですよね。もう意図を調べる必要ないでしょと。いずれこの海域において、中国の潜水艦やもしくは無人潜航艦を通すかもねっていうのを想定しなければわざわざこんなことはしないわけです。だからこういったことに関していちいち激怒するっていうことが必要なんですよね。で、そういったこともできないようであれば、やはり北朝鮮と同じように中国も、まあ何やっても日本っていうのは起こらないよねっていうことでもう好き勝手やっちゃう。まあ尖閣諸島でも全く同じような展開になっていて、もうずっと中国の公船が居座っているっていう状況が続いているのも、やはり日本側が何もできていないからっていうふうに私は思って。早川さんのコメントで、領海の前に EEZ に入った時点で、海上保安庁が追い出さないと。そうなんですよね。しっかりとマークしておかないから、こういうふうにして入ってきても、後からこういうふうになってました、みたいなね。そういった話が出てくるんですよね。だから、もちろん海上保安庁も船が余っているかというとそういったわけでもないんで、全部を見張るのは難しいっていう実情はあるかもしれませんけれども、じゃあだったら予算をちゃんとつけて、人もちゃんと雇って、そして船も増やしてあげて、そして足の速い船へと交換してっていう、まあ地味だけどそういった拡張政策を取らない限りは、もう装備が足りません、人が足りません、こんな船を全部見ることできませんっていう、そういったね、もう本当後ろ向きな話しか出てこないことになるよね。ちょっと。まあといったわけで、サクッと言ってきましたが、まあ大体40分で動画の4倍に到達しました。まあ生放送いつも1時間半とか2時間とかになってるんですけど、大体このぐらいの30分ぐらいっていう、いわゆる短い尺の生放送って皆さんどう思われますかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。まあ今日の場合だと最初の3分間ぐらいはいつもの動画みたいな入りをしました。まず皆さんにごきげんよう上川薫です。今回の話題は、で、その後ニュースを紹介して、で、その後お話をしてっていうような、まあちょっとした展開をしたんですけれども、まあその後の大体今だと残り20分ぐらいは余談だけでお話を進めているっていう感じですね。水のしじくさんのコメント、ちょうどかも。まあいわゆる長すぎるっていうコメントも結構入るのでね、なるべく見られる範囲で、そこそこで切り上げるっていうのもありなのかなっていう。まあこういったちょっとね、テストですね。こういうのをちょっと考えております。ZBV さんのコメントで、音のでかい潜水艦。これは中国の潜水艦のことですよね。もう必ずどこにいるかすぐバレるぞ中国の潜水艦っていう話出てきますよね。こたつねこさんのコメント。今年中に政権交代すべきだよ。これは岸田政権の話ですよね。高木久美子さんは、グー、グー、いいですよっていうことですね。ありがとうございます。JU さん、視聴者はいかに時間を延ばさせるかの戦いが始まった。いや、別に長くなったからといって何かお得な話が出てくるわけではないですよ。そして、私がベラベラと喋っている関係で、コメントしていなかった、吉田純一さん、スーパーチャットありがとうございます。吉田純一さん、3回すごいな。ありがとうございます。銀翼さんのコメント。あの国の潜水艦もレベルが上がってると聞いているので油断はできないよね。そうなんですよね。例えばですね、今、ウクライナの戦場ではドローンっていうのが非常に話題になっています。それは、偵察任務であったり、攻撃任務であったり、もしくはもう突撃して、やっつけようっていう、いわゆる飽和攻撃用のドローンっていうのが、まあ様々なところで話題になっています。でも、今のところは地上戦であったり、もしくは航空機同士の戦いっていう形でドローンが活躍しているんですよね。で、ここ最近になってついに水上、もしくは先行型のドローンの存在が出てきているんですけれども、おそらくはここから先5年とか10年とかいったレベルで考えると、無人の潜水艦もどんどんと開発されるだろうと言われています。
その場合だと何が問題かっていうと、中に人が乗っているわけではないので、事前にある程度作って、発信させれば、たとえ見つかって攻撃を受けて破壊されたとしても、別に痛くも痒くもないよっていう形での飽和攻撃をされてしまう可能性があるんですよね。だからこそ、そうした無人潜水艦の動きをある程度事前にプログラミングするんであれば、海の状況を事前に調べておくっていうのが後々役に立ってくるわけです。まあだからこそ今回ご紹介した中国海軍の測量艦が日本の領海内を走ってるぞっていうのは、ここ結構問題なんですよね。空の上っていうのは、基本的に障害物がないから、それほど、まあ、航空機ドローンはもうどこでも問題ないんですけど、海の中っていうのはやはり、どこに突起物があるかとか、ちゃんと調べておかないとダメですからね。なるべくそこをゆっくりとっていう風に動かないとね、っていうところありますか。銀翼さん、海底に長期間沈めとく作戦できるよね、無人なら。そうなんですよね。人間がいないっていうことは、ある程度の時間、もう先行しっぱなしで全く動きを止めて音を出さずにずーっとじーっと待ち続けるっていうことができちゃうんですよね。だからこそ、まあ今だとまだまだ技術が足りないっていう話なんですけれども、いずれは来るぞっていうのを備えておかないとダメなんですよね。ドローンは水上ドローンだけではなく先行型、水からすぐ水面下だけではなく、もう無人の完全な潜水艦っていうのもできてくるってなるとね、こういうのもいずれは安い金額、まあ、例えば、10億円ぐらいで作った無人潜水艦をまあ、1000隻用意して、イージス艦1隻落とそうぐらいなことを考えても、別におかしくはないわけですね。もちろん、たった1隻ではなくて、最初の1隻、2隻、3隻がふわっと浮かんでいって、まあ、イージス艦を海中から狙うっていうような、そういった戦い方もできてしまうわけなので、まあ、どこからどうやって攻撃するかっていうのが結構重要なところでございます。高木久美子さんのコメントで、無人かどうかどうやってわかるのっていうことですけど、まあ、単純に無人の潜水艦の場合だとサイズがものすごく小さくなると思いますね。中に人が居住する必要が全くないので、まあ、サイズでしかわからないかなと思うんですけどね。うん。佐藤健二さんのコメントで、岸田政権はいっぱい検討しました。ヘポコ太郎さんのコメント、今回の政権は何の役にも立たなかった。まあ、どちらもそうなるでしょう的な話ですよね。本当に。恐ろしい話ですけれども、検討するっていうのは、ものすごく逃げの言葉としては便利に使われてますよね。検討しないよりは検討する方が当然いいんですけども、検討しっぱなしで何もやりませんでしたっていうのは全く意味がないし、検討した末でおかしな決断をしたら、これまたたまったもんじゃない話で。で、そうやっている間にも年月渡って、だんだんと状況が悪くなって取り返しのつかないことになってしまうぞっていうのが、やっぱり日本国民の多くの人たちまではまだその危機感が共有されてなくて、まあ私のチャンネルのその見てくれてる人ってどっちかっていうと意識高い方だと私は思ってます。だって政治的な話をずっとしていてもこれを聞くことができるわけですからね。もうなんだったら今の首相は誰ですかって聞かれて答えられない人たちもいるわけで、なんだったらロシアとウクライナの戦争状態ですよっていうのも知らない人もいるかもしれないし、興味もないっていう人たちもいるかもしれないわけですからね。それに比べればこうやってもうずっと政治的な話をずっとしててもそれを聞いていられるっていう人たちはまあ意識高い人たちだと思います。無双かまこさん、ライブ知らなかったよろしくです。ありがとうございます。こんばんは。まあただそろそろ終わろうかなという話をしていたところでございます。高田元彦さん、自衛隊でも普通に座礁してた。あると思います、それは。よいしょ。まあ、といった感じで今日はこのぐらいにしときましょうかね。まあ、大体、まあ、動画が10分。まあ、それに加えて、まあ、余談で10から15分で30分ぐらいっていう、まあ、このショート生放送。動画としては長いんだけれども、生放送だと短い。そして話の中心は前半部分で終わって、
残りが余談っていうような感じなので、途中で、もう話終わったなっていう途中で離脱しても大丈夫みたいな感じだ。そんなのもありかなっていうふうに思っております。で、最後の余談の中で雑談しながら皆さんからのコメントを拾って、そうだ、これ紹介するの忘れてた。ウクライナ政府日本の支援で医療機材購入へというニュース流れております。日本国内のニュースの中でウクライナ支援してますよっていうニュースはものすごく気づきにくいんですよね、正直。例えば、現地に行っている駐ウクライナ大使の人がウクライナの政府要人と会って、こういった支援を行いますよっていうニュースがあったとしても、それを日本の報道機関でニュース記事を探そうとするとなかなか見つからなくって、ウクライナの方で、日本がこういう支援してくれますよっていうのがニュース記事になって、私が知って、それを改めて後で検索したら、ようやく検索に引っかかったみたいな感じで見つかるんですよね。ここ最近だと発電施設がやられてますっていうニュースが連日続いていたこともあって、発電設備を直すための機材支援を行いますよっていうのを、現地の駐ウクライナ日本大使の方が、お話ししていました。で、今回ご紹介する記事だと、医療機材の購入を支援しますというニュースも流れております。なかなかウクライナの人たちも気づかないかもしれないんですけれども、コツコツとやってますよっていうところですね。私としては、自衛隊の持っている保管している兵器っていうのは本当に、使えるものもあるのになって思っているので、なんとか廃棄処分という名目でポーランドぐらいに渡してですね、ポーランドがその後どうするか日本は関与しませんよっていう、そんな風な感じでこっそり支援してくれたらなとか思うんですけどね。そういった、いわゆる、ちょっとね、卑怯だろうっていうツッコミを受けるかもしれないですけど、そんぐらいの点を聞かせてほしいなと思うんです。ただ今の日本の状況だとそれができないので、正当な支援として人道支援。発電所がやられているんであったら、発電機を送りましょうであるとか、多くの人たちが一般市民攻撃されているので、この人たちを助けるための人道支援として、医療機器であったり、医療人材に対する援助を行いますということをやっております。残念ながら戦争が終わった後に日本は支援国リストから多分漏れると思います。でもそれは仕方ないなと思いますね。何しろ、ウクライナの戦場でウクライナ軍が踏みとどまれているのは、まず第一にウクライナ人の人たちがそもそも立ち向かおうという決意があるからです。でもその決意があったとしても、兵器がなければウクライナの人たちは今のように持ちこたえることができませんでした。その時、日本製の兵器入ってきましたかっていうと、一つも入ってきてないわけです。もちろん日本の装備品としてヘルメットであるとか、もしくは防弾プレート、そういったものについては渡したっていう話はあるんですけど、それで戦うことはできないでしょっていうのはありますからね。だからウクライナの人たちにしてみたら軍事支援してくれたアメリカやポーランド、その他ヨーロッパの国々やカナダ、オーストラリアっていう国々の方が、明らかに、支援してくれた国として名前が上がると思いますね。現在の日本っていうのはそういった意味では、なかなか気づきにくいところでしか支援できていない部分があります。高田さんのコメントでそうですね、武器の期待はしていないから戦後復旧お願いよっていう話だったんですけど、私は今懸念しているのは戦後復旧すら日本はしないんじゃないかなって思っていて、それはなんでそう思っているかっていうと、日本の政府要人っていうのが、ウクライナの首都キーウに行ってないんですよね。いや、そんなのいろんな国々から、行ってない国の方が多いだろうって、突っ込みを受けるかもしれないんですが、少なくとも何度となくヨーロッパの国々の大統領級の人たちは、攻撃を受けている最中であろうとも、ウクライナの首都キーウに行って、ゼレンスキー大統領と握手して会談してっていうのをやってるんですよね。それに比べると日本政府は、現地の大使館の業務をようやく回復しましたよぐらいで、政府要人誰も行ってないっていう状況なんですよね。これちょっとね、そりゃ戦後、日本の支援が足りなかったなって言われても仕方ないんじゃないかなっていうのをちょっと思うね。さて、というわけで本日はショート生放送というのを考えて進めてまいりました。なんだ、ショートと言いつつ、もう54分も経って結局1時間番組なんですよね。怖い話でございます。
これで短くしたつもりだって言うんだから、まあ、恐ろしいですね。佐藤健二さんのコメント。軍事支援してくれた国々にありがとうとメッセージあげたときに、日本はって言った日本人にかっこ悪いと思いました。そうなんですよね。誇れるほど日本は支援してないんですよと。でも日本のなんか小さな支援とかちょっとお金渡したっていうのを、なんていうか、恩着せがましく、日本もやっただろうが、名前なんで開けてないんだみたいな怒ってる人見ると、なんでちょっとしか開けてないのにって、もっとそのことを恥じなさいよとか私なんか思うんですけどね。まあ、この話をすると、ものすごく基本的なところに戻らないといけないんですけれども、私はそもそも国連常任理事国で拒否権を持っている、たった数カ国しかないうちの一角であるロシアが核を持っていて、その核兵器で落としつつ、しかも侵略国になって、しかもその侵略を正当化して、もう悪びれることもなく国際法違反をしまくって、現地において人々を痛めつけていてっていうような状況の中で、これのなんとか押しとどめる方向へと話が進まない日本っていうのは本当にものすごく悲しい存在だと思ってます。うん。そうですね。なんとなく伸びましたけど、まあ、このぐらいにしときましょうっていう話で。はい。そうですね。まあコメントを拾うっていう形でちょっと伸びるっていうのもあるんですけども、うん。まあ、このぐらいだったらね、いいんですよ。はい。というわけで、銀翼さんコメントお疲れ様、コメント読んでくれてありがとうございました。はい。というわけで、YBL さん、あつしさん、パープルさん、ナラクさん、ヘッポコ太郎さん、タカトゥーさん、JU さんなど、ちょっとコメントを拾えなかった方々も、コメント書き込みありがとうございました。というわけで、本日2022年11月2日の、ショートと言いつつ1時間の生放送はこれにて終わろうと思います。これからも動画プラスアルファ、こうした長いロングバージョンの生放送と、ちょっと短めの生放送、その時その時でちょっといろいろ試しながらやっていこうかなと思っております。本日はご視聴最後までありがとうございました。上川が行くわかるニュース解決、今晩はここまでといたします。皆さんおやすみなさい。またね。